今日ナンプラお兄さんが行くのはタイの首都バンコクで有名なお買い物スポットチャトチャック市場の近くにあるバンスージャンクション。ここはおしゃれなアンティーク家具や古着などが売っている場所で、バンコクのおしゃれな若い人たちがたくさん集まっている場所です。バンスージャンクションを見た後にチャトチャック市場のナイトマーケットもご紹介します。一体どんな場所なのでしょうか。ナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう。こんにちは、ナンプラお兄さんです。今日はね、チャットチャックの方に来ております。はい。これからね、チャットチャックのね、周りにあるね、デパートとかを紹介していこうと思います。じゃあ、レッツゴー。行ってみましょう。前回の動画で僕たちはチャットチャック市場のすぐ隣にあるミクスとチャットチャックと JJ モールというショッピングモールをご紹介しました。ミクスとチャットチャックはお土産やファッション、雑貨が売られている場所で、 JJ モールはインテリアグッズやタイの伝統的なものが売られている面白い場所でした。詳しくは前回の動画を見てみてください。チャットチャック市場の方にね、また出てきたんですけど、これからね、バンスージャンクションというね、古着とかね、そういうおしゃれな商品が売ってる若者に人気のデパートに行こうと思います。はい。そこね、なんだか昔のね、原宿みたいな雰囲気だよね。そうだね。結構ね、ヴィンテージなものいっぱいあって、おしゃれな子たちがね、いっぱい集まってて、そうだね。なんかローカルで楽しい感じなんですよ。あとね、家具とかもあるある。結構ね、売っててね、すごいなんか、あと骨董品とかね、そうだね。面白いんですよね。ねまあじゃあ、そっちの方ね、チャットチャックマーケットから近いんで、ちょっと行ってみようと思います。行ってみましょう。そう。このチャットチャック市場のね、食べ物エリアのね、奥にね、こう見えてきた赤い、赤とグレーのね大きい建物がね、バンスージャンクションっていうそのビルになりますね。でかいよね、結構ね、こうしてみると。確かに意外とね見応えあるよね。前来た時やってないフロアとかもあったんだけど、今どうなんだろうね。確かに、ちょっとしばらく来てなかったから、また雰囲気変わってるかもしれないですね。まあ、あと雨降ったりとかした時もこの中入るとね、いろいろ見やすいかもしれないですね。ねえ、大きいな。すごいんですよ。結構ここ楽しくて好きなんですよね。ね、バンスージャンクションです。派手だね。ねえ、もうね、店入る前からね、いっぱいね、入る前にね、風鈴が売ってるエリアがあって、すごいね、もうここからでヴィンテージだらけのことがね、わかりますね。すごい、レトロなね、ものが売ってたりとか、すごい貴重なものがいっぱいあるんじゃないこれ。こういうレトロなやってますね。いや、いいですね。なんか最近のものはさ、結構やっぱ量産されてるものがさ多いからさ、なんかこういうものは一つ一つにこう味があっていいよね。風合いとね、なんか自分がさお店とかさ、やってたらこういうのね置いてみたいなって思うよね。すごいな。綺麗。わ、すごいこれ。
あもうここ見てるだけでもすごい面白い。なんか博物館みたいだね。それではね、中の方に入ってみましょう。はい。最初のこのフロアがね、高そうなね骨董品のね店とかインテリアとかが並んでるフロアなんですよ。タイによって全然雰囲気が違うから面白いね。うんうん。そうなん、ちょっとこれから行くフロアね、またファッションのフロアとかもね別であるんですよね。うん。すごいお店いっぱいあるんですよ。ねえ、暮らしレコードとかありましたね今。すごい雰囲気が。ねえ、綺麗だね。じゃあ次の会議で。はい、行ってみましょう。このフロアもすごい綺麗ですね。あー、シャンデリアが。うわー、これはこうタイの貴族の人たちが使ってたのかな。すごいね、このエリア。すごい。シルバーアクセ持ってますね。何でもあるね。まあ大体8000、9000ぐらいで、うん。シルバーアクセも売ってます。私日本でこういうの売ってる場所見たことないんだけど、日本であんまないよね。こんなに大規模なとこないよね。それではね、上の階の方に。はい。派手だったね、このフロアは。ねえ、面白かった。なんかいつか買ってみたいなって思うね。思ったね。はい、一番上のフロアにね着きましたね。一番上じゃない、これ3階か。3階のフロアです。ここのフロアからね、が古着屋とかそういう服の。そうですね。あ見てください。あ、チャトチャック市場だけじゃなかったんだって感じだよね。ここに古着がさらにまたいっぱいあるんですよ。古着の匂いがする。うん。しかも結構ね、状態がいい古着が多い気がするんですよね。ああ、人もねいっぱいいるし、そうだね。ここね、そう今6時ぐらいなんですけど、すごい賑わってますね。もう最近古着とか着なくなっちゃったけどさ、昔みんな着てたよみんなね。来てたね。すごい流行ってたよね。ちょっと今もね、そういうの好きな人たちも多分いると思うんですけど。そうだね。うん
子の店ですね。たくさんの帽子が売ってますね。すごい。すごいですね。ここでは中古のカメラとか売ってますね。本当だ。日本の旗が結構見て飾ってあるよ。日本の旗付き。あ、いいね。レンズとかもね、いっぱいあって。キヤノン、ニコンとか。うんうん。ここになんかレコードのエリアとかある。すあ、いっぱいありますね。ごい。古いやつだね。なんかピンクレディーとかああ、本当だ。る。結構これプレミアついてんじゃないのこういうの。うん、そうかもね。ねえすごい。こんな看板ショップとかすごいね。ねえ、所沢ナンバーのナンバープレートがあるよ。ねえ仮面ライダーとかね。ねえ、コマセットとか。ねやっぱ懐かしい感じですね。へえ。これ集めた人がすごいね。えねえこれはレアですね。あ、うん。タイのナンバープレートだ。これ僕の友達は欲しいとか言ってた気がする。これ本当。うんお土産にいいかもね。そうだね。うん。ああいうのとかね。うん。いいですね。すごいです。あっちはカフェみたいなカフェもある。あー、本当だ。おしゃれなカフェですね、ここ。あすごい。僕のカフェおしゃれ。ー、うん。まさにカフェやりたいんだ。ねえ。はい。なんかさ、すごい懐かしい気持ちになるよね、ここ歩いてると。そうだね。昔の良き時代の日本を思い出す。確かにそうかもしれない。髪切ってる人いる。おしゃれだね。すごいみんなカラフルな髪型。ねえ。なんか20歳ぐらいに戻った気分になる。なるね、本当に。炭治郎とかさ。ねえ、うん高円寺とか下北とかね、よく行ってましたよ。やっぱなんかファッションでさ、この時代を思い出すみたいなのあるね。あるね。うん。匂いでも感じる。うん。それではね、次の回に行きましょうか。はい。この回もね、古着とかうん。売ってる回だよね。そうだね。一番派手かな、ここの回が多分。そうだね。賑わってる回ですね。ピカピカしてますよ。おお。盛り上がってますね。ねえ。あー、これなんだろう。あー、駄菓子みたいなの売ってる。駄菓子屋さんみたいなあー感じでね、10バーツで売ってますね。すごいなんか、うん。この建物のフロアの中にさ、うん。出店で出てるみたいな感じで、ストリートみたいな感あー、そうだね。じ。すごい。おー、すごい。商品がいっぱいあるね、本当に。ねえ。うん。みんなおしゃれだね。すごい、こっちいっぱい100バーツでね、大体100バーツ安い。うん。おしゃれですね。ね、本当だねう。ん。あー、これは自分が好きな T シャツ見つけたらなんか感動するね。あるとこがおしゃれ。ねここで今度さ、あれじゃない、古着でコーディネートを買ってみたとかあるやん。え。ああ、古着コーディネート対決する？そうだね。対決しようか。
結構チャトチャック市場の横にあるからね、なんかあんまりここのこと話題に出してる人少ない気がするんだけど、だね。すごい楽しいよね。何でも売ってるよ。うん。こういう小物とかがね、またいいね。うん。いいね。メリケンとか売ってますね。そんなものが。すごい。永遠とこの雰囲気が続いてるからね。すごいよね。楽しいね。結構さ、規模的に言ったらかなり広いんじゃない？いや、そうかもだ。よね。ここはね、いつも僕はサングラス買ってるとこっていう。ありましたありまね。したね。結構この店はね、変わらずずっとここにあるよね。うん、安いんだよね。49%。安すぎる。200円ぐらいってことだよね。このクオリティの買えるからうね。ん。もう安い。ちょっとね、海行く前とかね、うん。ここでね、買っていくといいよね。そうだね。おしゃれなメガネがね、結構売ってますね。買ってきました買って。きました。ね、結構ね、これは僕買ったやつかな。ナンプラお兄さんの。タコスに見ますね。おー、うん。そんな高級なねサングラスですね。ね350ワットでした。 350ワッツ。ちょっとつけてみて。あ、あ、いいじゃん。こんな感じですこのまま海行けそうな感じですね。うん。いえ。イエーイ。いい買い物できましたねい。や、最高だね。ね。懐かしいね。おー。よろしくって感じだね。スカジャンがいっぱい売ってますね。いやー、いけてますね。いい文化だったね。ねレディオヘッドとか。あー、懐かしいジャケットです。まだあれです。はい。前はさ、あんまなかったよね、上の階。フードコートなかったっけ？なんかだいぶ増えてる。増えてる。っていうかかなり増えてる。あれ、まだまだ終わりじゃなかったみたいですね。わすごい。あ、軽い。ちょっと上の階の方がなんかより若者向けな感じですね。うん。小物とか結構あります。へえ。もうずっと楽しいね、ここ。すごいわ。進化してますね。ね随分とえ。うん。変わったね。本当だ。これを見ると、タイがさ、いろんな国からみんな買い付けに来るっていう理由がわかるよね。天国だわ。ねえ。ねえ。
この中にクレープ屋さんがありますね。すごいなんかいいね。ねえ。なんか原宿みたい昔。そうだね。お店いいね。サコッシュみたいなのがねたくさん売ってますね。へえ。缶バッジもね可愛いです。フィギュア持ってますね。本当だ。おー。鬼滅と。うん。フィギュアショップなんかすごい古いウルトラマンとかありますね。これプレミアつくんじゃないこれの。うん、そうかもね。これ高いんじゃないの。すごい。そんなことないかな。ねえ、パッと見た感じ、安いのは150バーツ、高いのは出るもの1000バーツぐらいのもある。おお、本当だ。ポケモンカードとか出てる。ああ、いっぱいある。ポケモンカードでしょこれ。そうだよ、そうだよ。これ日本で使ってそうですね。ねえ、こっちはね、多分ノーマル価格で、こっちの中のはプレミアムなんじゃない？高そうなのもありますね。ねスーファミだ。スーファミ。あ、すごい。いっぱいあるじゃん。ストリートファイターみたいなのと、たまごっち、マリオパーティー。ああ、懐かしい。すごいわ。星のカービィスーパーデラックスもあるよ。すごい。ねえ、すごい時代を感じますね。これはすごい。規模が広いよだって。ねえ、これはなんか大人も子供に戻れる場所って感じですね。これ日本人の人も好きじゃないここ。いや絶対そうだよ。楽しいよここ。うわなんでこんなにいっぱい集まってんだ。ー、ねマスカランブレー。あーあ、やだみー。え、あやなみはいっぱい。突然新宿になってる。あー、マジですごいわ。ねえ、まだまだね上がありそうなんですよ。すごい魔界ですねここ。高いだね。本当に無限にお店があって歩いたね。歩きましたね。なんだかんだで今日もね夕方から活動したんですけどね。ああ、広いねここは。すごい広い。へえ、休憩できる場所なのかな。ねえ、ああ、なんていうスペースのゆとり、素敵ですね。ねえっていう声が響いてる。お腹空いたらね、ここでもご飯を食べれるっていう。うん、いいです数は少ないけね。どね、こことね、あと外側にもなんか店、屋台みたいなのなかったっけ。あったね。お店がたくさんありますね。チャック市場って夜こんなに盛り上がってるんですね。ねえ、知らなかった。え、さっきね、店が出てなかったんだよ。そうだよね。気がついたら店が増えてたって感じでしたね。す
魚出たい。こういう店も美味しそうですね。焼き鳥みたいな感じでね、いろいろ串焼きが売ってますね。クレープ屋さんとかもねありますね。アイスクリーム屋さんやってますね。食べたい。ちょっとね、初めて夜のチャトチャックマーケットにね、たまたま来たんですけど、前はね、こんな出店出てなかったよね。そうだね。それがね、結構あって。これなんだろう、美味しそう。なんかね、パリパリしてそうな食べ物ですね。こんなケーキが屋台で売ってるよ。珍しいね。チーズケーキかな。美味しそうじゃん。美味しそう、オレンジジュース。皆さんも夜来るのもありかもね。ちょっとねくれたら諦めないで来てもいいかもしれない。なんか今まではね、もう夕方になったらちょっと諦めつつあったけど、もうね、最近はこういう風にやってるんで、夜来ても大丈夫。今日どうでしたか？いや今日はね、チャトチャック市場のね、周りのね、大きな個性的なデパートたちをね、巡れて楽しかったですね。そうだね、どこも見応えがね、ありましたね。そうだね。いや本当にね、チャトチャック市場だけでもでかいんだけどね、今日回って思ったんですけど、結構ね、一個一個のデパートが大きくてね、見て回るのも結構大変でしたね。チャトチャックエリアだけでもね、1日使っちゃうんじゃないかなぐらいのね。そうだね、もう市場だけでもね1日使っちゃうぐらいだし、周りだけでもね結構1日ねそうだね、使っちゃうぐらいね見れちゃう。見れちゃうんでね、面白かったんですよね。時間ある人はね、ゆっくりこう回ってみても面白いんじゃないでしょうか。いや本当そうだね、掘り出し物がね見つかりそうなんで。そうだね。いやでもね、あとね、本当に外は暑いからね、そうだね、中の方でもいろいろ買えるっていうのはね、皆さんも多分分かったと思うんで。そうだね、中はね涼しいしね、雨降っても大丈夫なんで。そうだね。そういう時でもね快適に見れるからおすすめです。そうだね。いやー本当にね、皆さんも来た時は楽しんでみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバーイ。